皆さんこんにちは、ゆうとです。今回は冬の車中泊の寝袋についてお話ししていきます。冬の車中泊は車内で食べる温かいご飯とか抜群に美味しいですし、朝の澄んだ空気とかゲレンデの近くに前乗りしたりとか、冬ならではの楽しみ方があって、私は夏より冬の車中泊の方が好きですね。ただ冬の車中泊はかなり冷え込むので防寒対策は必須で、特に寝袋は重要なポイントになります。安く済ませようと夏用とか3シーズン用の寝袋で冬の車中泊をすると多分地獄を見ます。ちゃんとした寝袋を選べば朝までぐっすり眠れると思うので、この動画を見て自分にぴったりの寝袋を選んでみてください。また動画の後半ではおすすめの寝袋もいくつか紹介しているので、ぜひチェックしてくださいね。それではやっていきましょう。まずは寝袋の種類や基本的な情報についてですが、寝袋の中身は大きく分けて水鳥の羽毛であるダウンとポリエステルの繊維を加工した化繊の2種類に分けられます。ダウンの特徴ですが、いい点としてはまず保温性能が高いこと、軽量でコンパクトに収納できることが挙げられます。一方でダウンには水濡れに弱くてお手入れが大変だったり、値段が高いといった側面もありますね。続いて化繊ですが、おおむねダウンと反対の特徴を持っていて、値段が安いことや水濡れに強いといったメリットがあります。化繊のデメリットは保温性能が低く、それを補うためにたくさんの繊維を使うため重くてかさばるといったことが挙げられます。ちなみに化繊はたくさんの繊維を使っている分、寝た時に若干クッション性があるのもメリットになるかなと思います。これらの特徴を踏まえた上で、冬に適した車中泊用の寝袋の選び方を話していきたいのですが、最優先にしたいのはやっぱり寝袋の保温性能ですね。寝袋には快適温度や使用可能温度という記載があります。使用可能温度よりもプラス5度ぐらいの環境で使うのがいいとされています。例えば夜中の最低気温がマイナス5度の場合は、使用可能温度がマイナス10度の寝袋を使うといった具合ですね。車の中は寒さ対策をしていても結構寒くなりますから、3シーズン用の寝袋とかはやめた方がいいです。保温性能を最優先にした方がいいというのは分かった上で、ダウンや化繊はどっちがいいのという話ですが、結論どっちでもいいです。車中泊でも確かに結露はするのですが、テント泊みたいに寝袋が濡れることはないので、ダウンでももちろん大丈夫ですし、かさばったところで車移動なので大して影響はないですから、化繊でも問題ありません。なので私なりに基準を設けるならば、コスパ優先の方やオートキャンプの方は化繊の寝袋、オートキャンプ以外の方や、車内が狭い方に関してはダウンの寝袋で選べば OK だと思います。ここまでの内容を踏まえた上で、私が使っているモンベルのダウンハガー650シャープ0をちょっと紹介します。この寝袋は快適温度がマイナス8度、使用可能温度がマイナス15度なので、真冬でも使えます。私がよく行くキャンプ場は真冬の最低気温がだいたいマイナス6度からマイナス7度ぐらい、寒いとマイナス10度ぐらいになるのですが、この寝袋で割と快適に過ごせています。あとお伝えし忘れたのですが、寝袋の形も重要ですね。寝袋には長方形をした封筒型と呼ばれるものと、ミイラのような形をしたマミー型の2種類があって、保温性能はマミー型の方が断然高いです。封筒型はゆったりしているので締め付けが少ないのですが、その分隙間に冷気が入りやすくて保温性能では劣ります。マミー型は隙間が少ないですし、首周りや顔周り、ファスナーの裏側にもダウンが入ったチューブが搭載されているモデルが多いので、保温能力は高いですね。マミー型は窮屈に感じるという人もいますが、最近の寝袋は伸縮性のあるものも多くて寝心地は悪くないです。ダウンハガーもですね、かなりストレッチ性が高くて寝袋の中で足
足を組んだりとかあぐらの形にしたりもできるぐらいです。この寝袋の重さは収納袋込みで 1390g、 収納サイズは直径が20センチ、長さが40センチです。ダウンなのに結構重いし大きいじゃんって思った方もいるかもですが、中身のダウンにも性能があって、この寝袋はモンベルの寝袋の中では一番性能が低いダウンなんですね。性能が低いといっても良質なダウンに分類されるものなのですが、マイナス15度の性能を担保するにはたくさんのダウンを使う必要があるんですね。あとこの寝袋は適用身長が183センチまでで、176センチの私にはちょうど良いサイズ感ですね。寝袋にも適用身長があるので、購入前にはぜひ確認してみてください。いくつかこの寝袋と同じぐらいの性能の寝袋も紹介してみたいのですが、まず河川だとモンベルのシームレスバローバッグシャープ0ですね。収納サイズが直径 22cm、 長さが 44cm で、この寝袋よりも少し大きくて重さは 2157g なので、ちょっと 2kg を超えて重くなっちゃいますね。シームレスバローバッグは何よりコスパがいいですよね。私が持ってる寝袋は定価で44,000円するのですが、シームレスバローバッグなら23,100円で買えるので、かなりのコストカットになります。続いてダウンの寝袋であれば、ナンガのオーロラライト750デラックスもありかなと思います。快適温度がマイナス8度、加減温度がマイナス16度です。収納サイズは直径19センチ、長さが31センチなので、この寝袋よりだいぶ小さいですね。重さは 1280g です。ナンガの寝袋は足元にダウンが多めに入っていたり、足元が寝る時の足の形に合わせたボックス型の構造になっているのが魅力ですね。あとナンガの寝袋はスタイリッシュというか、デザインがやっぱかっこいいですよね。どの色を買うか迷ってしまいそうですが、デザインにもこだわりたい方にはおすすめです。もう少しコスパのいい寝袋が欲しいなという方には、コールマンのタスマンキャンピングマミー L15 という寝袋もありかなと思います。河川の寝袋で快適温度は書かれていないのですが、使用可能温度はマイナス15度で、お値段が 17,380 円と結構お手頃です。収納サイズは直径が31センチ、長さが49センチでかなりかさばってしまうのですが、サイズが大きくてもいいという方であれば全然ありかなと思います。洗濯機で丸洗いができるので、お手入れが楽なのはいいですよね。今回ダウンハガーも含めて寝袋4つ紹介しましたが、概要欄にリンクを貼っておくので、気になる人はチェックしてみてください。はい、いかがだったでしょうか。今回は冬の車中泊の寝袋についてお伝えしました。選び方だったりおすすめの寝袋だったりを紹介しまして、私の個人的な意見もだいぶ含まれていますが、これから車中泊を始める方はぜひ参考にしてみてください。あと車中泊の防寒はマットの断熱性とか窓にシェードを貼るとか、いくつかポイントがあります。その辺についても近々動画にできたらいいなと思っているので、ぜひ見てくださいね。それでは今回の動画は以上となります。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録とグッドボタンぜひお願いします。またこれからキャンプに出かける方は楽しんできてください。最後まで動画ご視聴いただきありがとうございました。